2001年から2006年までの総理大臣は、2006年に引退して、総理大臣を後任に引き継いだ。その後任が、あの男だった。奴は2006年9月26日に、総理大臣に就任し、奴の1度目の内閣は、2007年8月27日まで続いた。奴は就任後、初の会見で、構造改革を加速させ、補強していきたいと語った。今は2023年、今から17年前のことだ。俺はあの時まだ、多くの日本人と同じように、2006年まで総理大臣をやった人間の悪度さに気づいていなかった。だから2006年までの総理大臣の右腕だったあいつが、総理大臣を引き継ぐことに、別に反対ではなかった。だが俺は、奴の言うスローガンに、違和感を感じたことを覚えている。この時の奴のスローガンが、美しい国づくりと、戦後レジームからの脱却だった。美しい国づくりというが、別に俺は自分が暮らしている日本が美しいかどうかなんて考えたこともなかった。美しくないよりは美しい方がいいかもしれないが、別に俺はそんなことは望んでいない。俺は日本がもっと生きやすくて自由な国であることを望んでいた。だから妙なことを言うやつだと思った。そして戦後レジームからの脱却というスローガンにはもっと大きな違和感を感じた。太平洋戦争後、歴史上初めて民主国家となった日本は、1955年から1973年までの18年間で、高度経済成長を実現する。高度経済成長を実現した日本は、世界第2位の経済大国とまで言われた。日本の歴史上、日本が最も強力な国力を持ったのは、この時だ。1973年から1985年のバブル経済崩壊までの12年間。この時期、日本は歴史上、最も強力な国力を持っていた。バブル崩壊後の日本の庶民は、2006年にはまだ、あの12年間をどうすれば取り戻せるのか、悩んでいた。だがこともあろうに、新しい総理大臣は、そこから脱却するのだと言い出した。脱却なら1990年のバブル崩壊後に、とっくに脱却している。その脱却からバブル崩壊前の状況に、
どうやって戻ればいいのか。それが庶民にとって問題だったんだ。経済力だけの問題じゃない。確かに。世界第2位の経済大国と言われたが、日本の庶民のほとんどは中産階級だった。自分を金持ちだと思っていた庶民などほとんどいない。だが1973年にはそれまで常に貧困と隣り合わせだった日本の庶民がついに貧困と手を切ることができていた。欧米人が持っていたテレビ、冷蔵庫、洗濯機は長い間ずっと日本人の憧れだった。この3つの家電製品は日本では3種の新規と言われた。だが1973年までにはその3種の新規をほとんどの日本人が持っていた。そして中にはその他に自動車を手に入れる者も現れた。そして1973年以降自動車を持つ日本人の数は増えていった。そしてテレビは多くの情報を日本人にもたらしてくれた。テレビのモニターの中には様々な夢や希望があふれていた。それが1973年から1985年までの日本だ。だが、よりによって後任の総理大臣は自分はそれを否定すると言い出した。テレビのモニターに出てくるあいつの顔は確かに日本人で、あいつは日本語を話していた。だが俺にはあいつが自分と同じ日本人だとは思えなかった。こいつの頭の中には何かが欠けている。俺にはそう思えた。だが今はわかる。奴と俺は違う価値観を持っていた。太平洋戦争、戦前、戦時中は、日本は一部の特権階級が大勢の庶民から人権を搾取する全体主義国家だった。そして、かつて庶民から搾取する側の特権階級にしてみれば、日本の民主化によって自分たちの特権が剥奪されたわけだ。彼らは日本の民主化を快く思っていない。そして、その特権階級の子孫は今も生きている。彼らは今も日本の民主主義を受け入れていない。彼らの頭の中は今も全体主義の特権階級のままなのかもしれないのさ。一部の特権階級が大勢の庶民を支配する。
奴はそういう価値観を持っていたんだと思う。そしてもちろん、奴は自分が特権階級のつもりでいたのさ。奴の祖父は太平洋戦争敗戦後に永久戦犯だった人物だ。太平洋戦争後、戦争犯罪人として東京裁判で裁かれるはずだった人物だ。永久戦犯になるほどの人物ならば、戦前、戦時中の日本では特権階級だったことになる。世界には民主国家以外に全体主義国家がある。80年前の日本もそうだった。そして全体主義国家には特権階級がいる。特権階級は庶民から搾取することによって自分たちの立場を維持する。それは全体主義の価値観では当然のことだ。でもそれは民主国家の価値観で見れば悪党のすることだ。そして俺はあの後任の総理大臣を見ていて気がついたよ。あの男は自分の祖父がやった悪事を正当化しようとしていた。自分の祖父がやったことを正当化しなければ自分がその祖父の利権を引き継いだこと、そして自分が世襲議員という有利な立場で総理大臣になったことを正当化できない。だからあの男は日本の太平洋戦争、特に旧日本陸軍を美化しようとした。そして今の与党の世襲議員の中にはきっとそんな奴が大勢いる。彼らは戦前、戦時中、日本の特権階級が日本の庶民に行った忌まわしい扱いを正当化したがっている。太平洋戦争後、アメリカのダグラス・マッカーサーが日本の民主化、復興に取り組むまでは日本はずっと全体主義国家だった。全体主義国家の庶民には人権などない。日本の庶民は皆一部の特権階級に搾取されるだけの貧困層ばかりだった。しかし太平洋戦争後、民主化された日本の庶民は人権を保障された。敗戦直後の日本は深刻な物不足で皆貧しかったが、新しい日本の憲法第9条では戦争放棄を掲げていた。日本ではもう二度とあの忌まわしい戦争は起こらない。
それが多くの日本の庶民の最初の希望だった。だが国会議事堂の世襲議員たちは、それを否定したがっている。そして彼らが主張したがっている。80年以上前の戦時中の特権階級の悪事の正当化が、現代の日本の利権、既得権益と深く絡まり合っている。あの男は2006年9月26日に総理大臣に就任して、その組閣当初は 70% 近くの高い支持率があったが、閣僚らの政治と金をめぐる不祥事や、それに伴う閣僚の辞任が相次いだ。そして厚生労働省には、持ち主不明の年金記録が約5100万件もあることが発覚し、社会問題となった。そして翌年の2007年には、やつの内閣の支持率は 24.0% に激減した。そして2007年7月の第21回参議院議員通常選挙で、与党は過半数割れの惨敗を喫した。日本国憲法は、衆議院、参議院の二院制を採用している。そして、参議院より衆議院の方が、強い権限を持っている。衆議院は、政治のトップである内閣に、政権担当能力がないとみなした場合、内閣が総辞職するか、衆議院を解散するか、どちらかを要求する権限を持っている。そしてもう一つ。衆議院で決まった法律が、参議院で反対された場合、衆議院で3分の2以上の賛成があれば、参議院が反対しても、法律を成立させる権限を持っている。だから参議院で過半数割れを起こしても、衆議院を握っていれば、内閣を維持できるわけだ。奴は、政権を維持する意向を表明した。しかし、衆議院で、3分の2以上の賛成がなければ、参議院が反対した法律を、成立させられない、となると、それまでのような、与党に都合のいい、自分勝手はできなくなる。そしてその後も、農業共済組合の補助金不正受給問題など、閣僚の不祥事は続いた。そして2007年9月12日、奴は突然の辞任を発表した。その2日前の9月10日には、続投の意向を示しており、突然の辞任表明は、
政界の驚きに包まれたと言われている。そして、奴の一度目の内閣は終わった。だがこの時、二度目があるとは、誰も思わなかった。再生リスト、10人に続きます。